ライブ、クライブ。こっちだ。どうしたの？ロザリアが襲われてる。何？ロザリアに進軍したのはドレイク・ファング守備隊の一部、フーゴ・クプカの私兵たちだ。城下町に乗り込んで派手に暴れてるらしい。目的はシドか？おそらくな。フーゴ・クプカに今のシドがお前だと知れたんだろまさかクライブをおびき寄せるために？どうやらシドは相当強い恨みを買ってるらしい。奴の誘いに乗ろ本気で言ってるの？これまでのとはわけが違うのよ。う。ああ、フーゴがシドに固執する理由はわからない。だがこの状況下でも戦を仕掛けるくらいだ。奴の強行を止めない限り、この意味のない戦火が広がり続けてしまう。それに故郷を荒らされて冷静でいられるほど俺は人ができていない。フーゴ・クプカをここで撃つ。奴にはたくさんの仲間を殺された。これ以上好きにはさせねえ。いいぜ、やってやろうじゃねえか。私も行くわ。あなたに無茶をさせないようにね。頼む。何にせよ、まずはオットーに今の状況を確認した方がいいな。ロザリスへは私も一緒に行くわ。あなたに無茶をさせられないもの。フーゴがロザリスを襲ったのはお前への挑発だ。返り討ちにしてやろうぜ。人の世のためと聖地飽きて贖いの果てに来たる行き時計。何かあれば我らもすぐロザリスへ向かう。はい、支度を整えておきます。ガブから話を聞いたか？ああ、これから奴を撃ちに行く。状況を教えてくれ。こっちじゃ整理が追いつかなくて、上がってきた報告は全てビビアンに回してやる。まさかザンブレクと戦をしている最中にダルメキアが仕掛けるとは思ってなかったからな。クライブ、頼むから無茶はするなよ。分かってる。やあ、来ると思ってたよ。早速講義を。ほう、これは私の講義史上最多の生徒数だ。ことがことだ。俺たちも話を聞いておこうと思ってな。すぐにでもロザリアへ向かう。現地はどうなってる？そうせくなよ、クライブ・ロズフィールド卿。君が家路に着くには目下の状況を整理する必要がある。違うかい？まずはフーゴ・クプカという男について。奴の正式な肩書きはダルメキア共和国評議会経済顧問。商業経済に重きを置くあの国において、この肩書きは金と権力双方を握る地位にあることを意味している。それに加え、召喚獣タイタンのドミナントとして国家防衛の切り札でもあるのだから、全ては奴の欲しいがままさ。フーゴはその権勢を振るい、国家の要衝ドレイク・ファングを掌握。その結果、ドレイク・ファング守備隊はあっという間に買収され、
フーゴの忠実なる私兵になり果てたというわけだ。今回ロザリアに進軍したのはキャツラだろう。知っての通りロザリアは現在ザンブレク公国の属領だ。しかし宗主国ザンブレクといえばクリスタル自治領でダルメキア共和国と睨み合いの真っ最中。当然兵力は自治領に集めたい。そんな折ドレイクブレスの消滅によって鉄王国は大陸進出の拠点を疾患、つまり西の憂いは解消され、海上防衛に注力する必要もなくなった。ザンブレクはすぐさま海軍も含めたロザリア駐屯軍の多くを自治領に回したよ。フーゴはこの機を逃さず、警備が手薄な回路からロザリアに兵を進めたのさ。奴の狙いはクライブ、君に間違いない。事実、フーゴの手勢は他に目もくれず、ロザリス城ただ一点を狙っているのだから。ポートイゾルデはどうなっているの？あの町はロザリスの対岸にあるわ。例の種火の守り手から知らせがあってね。今のところ被害は出ていない。現在は彼らも協力してロザリス城からの避難民を受け入れているようだ。さて、フーゴクプカを狙うならロザリス城に入らなければならない。だが城へと続くビュイット大橋の向こうでは残留する駐屯軍とフーゴの士兵たちの戦いが続行中。その大橋からはもちろんのこと、奴らが抑えた海を渡るのも危険を伴う。この状況下、君たちならどう動く？そうだな。後輩のフェニックスゲート側から向かおう。大回りにはなるが、スティルウィンド湿地を抜ける道なら巻き込まれることもないはずだ。さすがに勝手知ったる故郷だな。クライブ、早速出発だ。おや？今回は君も同行するのか？ああ、仲間の敵討ちなんだ。今回ばかりは俺も行かせてもらうぜ。よし、行くぞ。おう。城の方へ回れ。はは。フーゴたちの本体はもうロザリス城に入ってるみたいだ。ザンブレクの駐屯軍も抵抗してるが、あの様子じゃそう長くは持たねえな。それにしたってひでえありさまだぜ。町を一つ丸ごと壊す気だ。フーゴクプか。クライブ一人のためにここまでやるだなんて。まっすぐ城へ向かえ。城下の混乱にうまく紛れ込んで進むんだ。俺は逃げ遅れた住民がいないか辺りを探してみる。気をつけろ。そっちもな。二人とも熱くなるなよ。